今回はデュエマの歴代最高パワーを更新していったカードたちを紹介します。パワーランキングではありませんのでご注意ください。デュエマ引退勢でも楽しめるほど、懐かしいカードも登場するので、ぜひ最後まで見ていってください。それじゃあ、早速参りましょう。降臨の精霊者ウナ。記念すべきデュエマ第1弾に登場したカードで、最もカード番号が若いという記念すべきエンジェル。当時最も高いパワーと強力なダブルブレイカーを持ち、それ以外の能力は何も持っていませんが、初期の SR らしい、ある意味美しさを感じさせるカードでした。教団に対のカードとして収録されたデスライガーのパワーは9000。光文明の、他文明よりパワーが高いという設定が功を奏し、シャウナの攻撃力は当時圧倒的なものでした。魔力中ジェノサイドワーム。第2弾で新たな要素、進化クリーチャーという概念が登場し、その中でも大型進化クリーチャーとして登場したカード、6マナ1万1000ダブルブレイカーという、デュエマ史上、初めてパワーが1万を超えたカードであり、登場時は当時の DMP を盛り上げてくれました。当時は歴代最高パワーと強力なダブルブレイカー持ちだったのですが、パラサイトワームの進化という扱いづらい種族が足を引っ張っていました。ただゼリーワーム、カオスワーム、ジェノサイドワームという美しい流れからのワームビートは、一部 DMP に絶大な支持を得ていましたね。流星の精霊ミーヤ、第3弾で登場した SR、先のジェノサイドワームを500上回る11500のパワーで登場。こちらも光文明の設定から、対となるギリエルより500パワーが高いのです。当時の環境ではすでに大型なだけの SR は通用しない環境であり、8コストでありながら、歴代最高とはいえ微妙な11500というパワー、正直コスパが悪く、他のカードを採用した方が強かったため、そこまで活躍はできませんでした。精霊王アルカディアス、みんな大好き精霊王、初代進化エンジェルコマンドとして、デュエマの顔と評されるカードの一つ、前段のミーヤを上回る歴代最高の12500というパワーを持ち登場。さらにお互い光以外の呪文の使用をロックする強力な性能を持ち、見た目のかっこよさやアニメ漫画の活躍も相まって人気が爆発しました。登場から今年でちょうど20年となりますが、未だに高い人気を誇る光文明のカリスマ。ちなみに当時はまだトリプルブレイカーの概念がないため、パワー12500でありながらダブルブレイカーでした。グラディアンレッドドラゴン、第5弾の非文明 SR として登場。歴代最高かつ、アルカディアスを大幅に上回るパワー15000。さらに初登場のトリプルブレイカーを有していました。コストも当時ではかなり重要級の10コストで、種族は子供が大好きなアーマードドラゴン。かっこいいですね。このカードのすごいところはそれだけではありません。グラディアンレッドドラゴンのこのパワー15000は、口述する第15弾まで誰も破れなかったことにあります。この時期はカードパワーのインフレが目立つ時期だったのですが、それでも破られなかったのは注目すべき点です。ただその15弾で登場し更新してきたカードは進化クリーチャーでした。なので非進化クリーチャーとしての最高パワーはもっと長くその地位を守り、破られたのは戦国編の初段となる第28弾でした。これは冗談抜きですごい点だと思います。精霊王アルファディオス、長きにわたるグラディアンレッドドラゴンのパワーをついに破ったカード。そのパワーわずかに500上回る15500。精霊王アルカディアスが転生した姿であり、高コスト高パワーに当時最強クラスのロック性能を備えて登場。人気が出ないわけがありませんでした。相手が光文明を使っていない場合、こいつを出せば勝敗が決するほどのカードパワーでした。背景ストーリーにおいて、アルファの名は全てを終わらせてしまう精霊王に関せられるらしいのですが、それにたがわない強力な性能でしょう。私も大好きなカードです。超新星ライラボルストーム。第20弾で登場した火のフェニックスは、精霊王を上回る18000のパワーを持ち登場。メテオバーンで発動する能力も非常に強力であり、召喚と同時に勝負を決めかねない性能を有していますが、しかし先のアルファディオスとは異なり、正直そこまで使われていませんでした。なぜなら進化元はドラゴン。元からサイズの大きいドラゴンをそもそも3体召喚する手間と、わざわざ進化させなくても十分フィニッシュに持っていけるだけの打撃力があったため、わざわざこのカードを使用する意味が薄かったのです。翌新竜ディルガベジータ。歴代最高パワーを大幅に上回る。驚異のパワー23000。無駄とか言ってはいけません。超大型ドラゴンということで、
このカードはなんとなく覚えているよって人多いと思います。ここまで来るとロマンを感じさせてくれるスペックで、本来大型銃で勝負に出る自然文明にとって、このカードの登場は朗報でしょう。破壊時に山札に戻る効果を利用して、カチュアで繰り返し呼び出すコンボが有名かもですね。ちなみにこのカードはあるクリーチャーを3体融合させたデザインらしく、イラストから察するにこの3枚でしょうね。激流王、特別拡張パック DMX1 に収録されたカードで、パワーは最高を更新する25000。これまでの進化、非進化全てを凌駕したこのパワー。しかしご覧の通りパワーだけ。なんとまさかのバニラクリーチャーでした。しかしこの圧倒的なパワーは、レベルアップ進化でようやく着地した剣撃王者を素のパワーで殴り倒せますが、まあこのカードに関しては競技面というより、コレクション面での需要が大きいような気がしますね。世紀末ヘビデスメタル、シャチホコゴールデンドラゴン、フルホイールパックリバイバルヒーローで登場したこの2枚のパワーは、これまでの最高を大きく上回る39000。インフレもここまで来たかと驚かれる方もいるでしょうが、ここからそれは一気に加速します。世紀末ヘビデスメタルは、ゴッドのため複数のカードだったものが1枚となり、さらにハンターになって再登場。ぶっ飛んだコストとパワー、そしてわかりやすいカード性能と圧巻のイラストに感動した人も多い。シャチホコゴールデンドラゴンは、3枚のカードをサイキックリンクさせて1枚のクリーチャーとなります。ちなみにお察しかと思いますが、コスト39パワー39000で3枚のカードからなり攻撃時マイナス9000。元ネタは39から来ています。極真流魂オールオーバーザワールド。そのパワーはなんと5万。またも大幅に更新した歴代最高パワーですが、初見の方はパワーよりその形状に意識が向かっているかもしれません。これは5枚のドラグフォートレスというカードを V 字にリンクしたクリーチャー。まあ、出すのかなり難しいです。その代わり召喚に成功したら一気に勝利することができるほどのスペックを有していますが、召喚したターンに決め切ることはできないため、相手にブレイクしたシールドとターン開始時のドロー、そして1ターンの猶予を与えることとなります。そこからひっくり返されることほぼないかもしれませんが、場合によっては逆転もあり得るため、棒カードゲームの5枚揃ったら勝利できるやつに比べたらちょっと見劣りするかもしれませんね。伝説の禁断ドキンダム X。特殊な条件を満たさないと解放されない禁断のクリーチャーが、なんとパワー99999を有して登場。この時点で普通のクリーチャーが最高のパワーを出すことはほぼ不可能になりました。禁断クリーチャーというだけあり、過去最高のコストにパワーです。バトルゾーンから離れたらゲームに負ける最悪のデメリットを持つため、当初は厳しめの評価がされていましたが、こいつが解放されたら負ける前に勝ってしまうため、瞬く間に環境トップに君臨。これまでのパワーがでかいだけのカードとは異なり、ガチ大会でも結果を残すほど使われたカードとなります。終焉の禁断ドルマゲドン X。先に紹介したドキンダム X のもっと上、革命ファイナルという章のラスボスと呼べる存在。パワーはよく見てください。なんと桁が1個上がり99万9999。もう言うことは何もありません。今までのクリーチャーとグラフで並べるとこんな感じ。最初に紹介したシャウナやグラディアンレッドドラゴンでさえ霞んでしまいますね。こちらも大会で使われるレベルには強力なカードであり、解放後の制圧力は本物なので結構強かったと思います。パワーがここまで来ればもう超えられることはなく、夢の100万台が登場するしかありません。しかし、このカードがデュエマ史上最高パワーではありませんでした。無限流ゲンムエンペラー。名前ですでに察していたことでしょう。そう、こいつのパワーはなんと無限。さらに無限ブレイカー持ちでコストも無限。ついにデュエマもおかしくなったと感じた皆さん。デュエマはもっと前からバグっていました。パワー無限ということは、つまりこいつにバトルで勝てるカードは存在せず、コストが無限ということは普通にマナ払って出すことはできません。こいつは無限クライムという特殊な能力で召喚する必要があります。しかもこの条件がそんなに難しくなく、最速3ターン目に召喚するデッキもあります。その出しやすさとわかりやすい制圧力から登場直後に大会優勝。その後も至るところで結果を残していきました。ちなみに瞬間的に無限のパワーを得るカードは他にも存在しており、その他にも無限という数の表し方は最近のデュエマでは珍しいことではありません。以上が歴代最高パワーを更新していったカードとなります。懐かしさもあり、驚きもあったかと思います。
もしこの動画が良かったらチャンネル登録や高評価で応援お願いします。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。